その度に基本的には僕の家でほとんどご飯の中なんですけど、こういうのがもう一周回って新しくなるんですね。うまい。食材じゃなくて技術。カウンターまで熱きます。すごいね。あ、もう何でももう、はい。なんか中国に来た感じ。意外とトップなんだな。まず手前の透明の器ですね。こちらカリフラワーの冷製カリ味噌サムゲでございます。三陸産の生わかめのスパイス揚げ。生わかめ。はい。切り豆腐と紅しぐれっていう大根のリアルラップにございます。冬サバを冬サバ。香りがもう中国の香りがする。背負ってますか？わかめをスパイスで揚げるっていう発想って日本ないですよね。めっちゃ美味しいスナックマン。うまい。スモーク。うまいっすね。安っ。なんでこんな安いんですか？全然現金安すぎますよ安すぎですよね。その地方を回って勉強したんですよ。中国の田舎をいろいろ回って。誰もやってないコンセプトですよね。そんな感じなんですか？一発目はやっぱり美味しいじゃないですか。美味しいですね。2014年安い。その度にまさに中華カウンターまで熱きます。すごいね。このライブ感。調理してるんですか？真ん中置いちゃっていいですか？関西の子供なんですけど、はい、そちらを、今日は、雲南省の少数民族大族っていう少数民族の、イカ納豆で強火炒めにしてます。どうぞ。イカ納豆。強火どころじゃなくて爆発でしたよ。爆発でしたよね。バックドラフトかと思ったもん。炎のシーンまたああいうのあります？飯を超えてます。しょうがないですね。いややっぱフレンチもなんかちゃんと向き合ってるからね。ラインもいけるような高級店のあってがないから。いやもう郷土料理こそね前してくれる。どんなうまい寿司もフレンチもうまい寿司は絶対ありますからね。フグもうまい寿司は白身魚なんですよ。本当にこれいつか中国進出しないとですね。そうだいやね。絶対行きたいですよ。中国、地方回りたいですね。回りたい。チャンネルさんのあたりからいいですね、いいんじゃないかな。長崎もちょっとね。うわ、いいですか？はい。うわ、じゃあこれ春巻き今日はエビと仙台のセリですね。こちらの春巻き、こちらすだち少し絞って召し上がってください。こちらが発芽大豆ささげ漬物ひき肉炒めですね。大豆を発芽させたものですね。ひき肉と漬物で炒めた中国の家庭料理ですね。いい音。音も味ですね。音も味。香る。素朴ですよね。すごい素朴。これがいい。ですよね。あー、生
いい。ひき肉と豆ってすげえいいよね。これ家で出てきてほしいな。まあ豆とひき肉うまみが初めてですよ。はい、これうまい。最高ですね。めっちゃ美味しい。まあちょっと味薄くしてますけど、本当は向こうはご飯の上にガバガバっとかけて、最高ですね。どこでもあるローカルな料理、向こうのご飯ですよみたいな感じですよ。安い朝飯や朝ごはん屋とか、駅の食堂とかにある。豆の食感もいいですよね。豆の食感甘いよね。確かに確かに。これマジでうまい。本当にめっちゃうまい。どうぞ。じゃあこちら鶏肉とレンコンの蒸し物ですね。上に乗ってるこのオレンジの粒々がトウモロコシを発酵させたザーハイジャオっていう調味料ですね。こちらで味付けてますんで。それが結構中国であるあるなんですね。料理屋の料理の料理じゃないから多分レストランでは書かないけど。レストランではそんな見ないですね。味の素も結局完全に普及したのって実は1990年代なんですよ。だから保存がすごく実は大事だったんですよ。こういう中になったのは1990年代から急にみんな冷蔵庫とか携帯とか持ち出したんですよ。それまではもう本当に結構貧乏な時期。昔ね、平均年月収3万円でしたよね。覚えてます。アルミの平均月収が3万円でしょ。どの国よりも上がり方がすごかった。食べれなくなっちゃった。今じゃこういうのあんまないんですか。だってもうお金取れないの知ってますもん。お金取れる料理ばっかりなんですよ。なるほど。経済の発展と食文化は反比例するんですよ。なるほど。知恵と工夫であったものは経済の発展と一緒になくなってくるわけです。トウモロコシ、粉。うまい。だからこういうのがもう一周回って新しくなるんですね。うまい。全部ご飯と一緒に食べたいです。本当に。基本的には僕の料理ほとんどご飯の中なんで、一周回った皆さんが美味しいっすよ。いや、これどこもやっぱ唐辛子が効いてるんですね。ちょっとピリッとしないと美味しくないです。なんでか知らないですけど、中途半端な唐辛子ですけどってなっちゃうんですよ。バーンと効いてるから。このパクチーの香りなかったらちょっと日本のレンコンと煮込んだ田舎料理の感じちょっと違うです。でもこのパクチーがあるから。そうですね。ちょっと中国。だってうちのワインに食わしてもうまいっていう料理。久しぶりに家作って美味しい店じゃないですか。いや本当に。食材じゃなくて技術。そうなんじゃないですか。そうなの。食材原価に頼ってないですか。そうですね。だからこれがワインにも現れてるわけですよ。そうですよね。ああ、いい年ですよ。これはいい年だ。かなり酔っ払いじゃないですか。シラウオの入ったオムレツですね。まあ中国でよくあるパターンのやつですけど、シラウオのオムレツでこれは雲南省のニラの花のつぼみの塩漬け、そちらを最初は普通に食べてもらってもいいです。ちょっと味変で。うまい。滋味深い。お母さんたまりまんみたいな感じですよ。おお、これめっちゃいいよ。これちょっと辛いですね。ちょっとピリ辛です。食感満載となってめっちゃうまいじゃん。ポリポリ言って味も結構あって、うまい。いやこれだけでつまみのやつもこれ白米だね。こう泣けてくるのが味だわ。いや本当にね、なんか日本人にも共通する懐かしさがあります。もうこれもう上向きます。ああ出た。うまいっすよねこのワイン。絶対好きだなと思ったら。
かった。だからこのコンセプトがすごいですよね。やっぱ中国の田舎料理、家庭料理。やっぱみんなやっぱふるさとを求めるっていうのがあるんですよ。北海道ぐらい挟みたいです。うわー、何ですかこれは。なんかしょぼりをキいいャベツとキノコとあとホタルイカですね。ホタルイカそれを今日は自家製の発酵唐辛子で仕上げてます。どうぞ。ホタルイカって向こうにもいるんですか？はい、いるけど全然ポピュラーじゃなくて干物にしてください。あれもすみません。ちょっと酸味もあるの。唐辛子の酸味なんですか？酸っぱ辛い。お店どのくらいなんですか？もう10年。どうしても南になっちゃいます。ああ、なるほどね。地方料理をやるきっかけってなんですか？都心の。もうこういう料理が好きだった。自然省とかの有名なレストランじゃなくて、何々食堂みたいなところもともと好きだった。今でも結構行くんですか？中国には。もう年3回、コロナ終わった、コロナ明けたんで、そこからもう年3回。年3回。年3回。次は4回に行きたい。大好きですね、もう。行く間どうするの？お店は休み？でもこの価格帯でもう休んじゃって大丈夫なのかなって思っちゃうんですよね。ダメですよね。経営です。はっきり言うとダメですよ。あんま儲ける気ないですね。田舎のとこで白金なんだよ。いや、そうですよ。白金高めますからね。うまいもん焼きたい。でも中国全土もう全部行ってるんですか？で、今日はほとんどそういう時はアテンドの方を誰かつけるんですか？もうちょっとなんか一日ついていきたいです。リアルクレイジージャーニー。いや、そうですよね。クレイジージャーニー第2弾次。いや、本当にですよ。リアルな人ですよ。はい、どうぞ。じゃあこちらマーラルーペンっていう料理ですね。四川省のどこにでもある料理なんですけど、食堂バージョンでどうぞ。どういう料理なんですか、これ。もう要はフグロの肉あるじゃないですか。はい。前菜用に切って、あとネギとかニンニクと生姜とかで和えるだけの料理。あ、豚肉なんですね。そうそうそう。豚肉とクレソンで仕上げて。なるほど。これはちょっと庶民的な味なんです。最高っす。っていうかね、ここでもう中国の旅完結しますよ。生とかそういういわゆる高級食材を一切やらない。いや、もう。でもいや、これなんかもう食いたいからいいっすよ。今日はウルイと金華ハムのチャーハンでございます。なんか俺、腹減っちゃう。大根さんみたいな。はい。作るんですか？うわ、マジ？もうトミジョン受けるかなって思うくらい肘壊します。あんこで本当にもう筋痛くなって。うまい、これうまい。ちょっとお出ししてると思うんですけど、まあちょっとそこからちょっと変えて。これ何入ってますか？これ黒ごま。黒ごま。あとプチソーユとピーナッツ。これラード。なんでラード入れないとコク出ない。
げえうまい。これお土産で売れます。マジうまい。もう大変だからこれは本当みんなそう言うんですけど大変だからすげえうまい。今日はその一言でいやいやもうごちそうさまでした。最高でした。